うっす、濱家です。今日はですね、漁師のサブチャンネルということで、こちら、開封していきましょう。で、開けると中には、新品の網が入ってます。こちら 3.5 寸の枯れ立てですね、刺し網。で、今やってる 3.5 寸がボロボロになったのと、カレイ取るのにこれちょうどいいし、今春でカレイの時期なので、アマテガレイをね、この30万円で10単買った網をやっていきたいと思います。10単で30万円ですね。それじゃあやっていこう。それじゃあ、船に網を乗せていって、よいしょ。これで10単目。網を分解していきます。もう切ればいいですね。網は切らないようにやっていきましょう。で、こちら幅がですね、確か何ぼだったかな、10ミリ、9ミリかな、9ミリグラムの1メートルで9ミリグラムのフロート、発泡スチロールが入っております。重さが9ミリ、じゃあ9グラム。テープやってくれてるんですけど、これかかっちゃうんで、ここを切っておきましょう。こんな感じ。で、まあ、その他もろもろほどきまして、丁寧やな。で、網を伸ばします。で、反対はこのように、なんだろう、垂れフラシになってて、で、反対はこのように受けがあります。まあ言うたら男と女ですね。こっちを女さんとしましょう。女性としましょう。で、こっちを、なんだろう、受けの方にやって、で、こっちをその逆側。ほんでまた次が、こっちの受け手が来て、で、こうやって入れて、ほんでくくってあげることによって網がつながるんですね。で、このままだと網やっちゃうと引っかかっちゃうので、こうやって端に置いて、で、一回こうやってくっとく必要があります。これがちょっと大変ですけど、これやってないと網がね、やりにくいのでやっておきましょう。まあ、やらんくてもいけそうやな、この網は。次からちょっとやらんでやってみましょう。で、こちらの受け側には、こうやって通してあげて、ほんでここ入れてあげる。なんだろう、カエル股っていうくくり方です。カエルの股みたいだからかな。全然違うと思うけど。で、これだけじゃほどける可能性があるので、上も一回入れてあげる。これで OK です。じゃあ次は主観で見ていきましょう。くくってるやつを全部ほどいていってですね、ほどいてほどいて丁寧にくくってくれております。ばらけないようにしっかりとくくってくれてますね。で、全部がほどけたら、網と網をつないで OK です。カエル股の通しバージョンですね。じゃあどんどんやっていきます。ちなみにこの網 3.5 寸で、だいたい大きさでいうと、1寸が3センチと計算したら、9センチと 1.5 センチで、10.5 センチですね。1寸帽子の約 3.5 倍の大きさになります。はい、じゃあ結局全部、振り込みました。で、こんな感じです。こんな感じで山になっておりますが、やっぱ新品は綺麗ですね。なんかこうピカピカしてる。汚れがついてないからピカピカです。はい、じゃあ準備ができたんで沖に向かっていきたいと思います。いつものライフジャケットをつけて、でエンジンかけて、よいしょ。よし、じゃあ出港します。あ、そう。外してよし。じゃあ出港です。で、今回は港から船で30秒のところに網を仕掛けていきます。じゃあ港出たら数えてみましょう。やっぱそれはいいや、なしでお願いします。はい、到着したんで網を入れていきます。マジで自宅から28秒でした。じゃあ旗入れていきます。で、今回ね、旗まともなんかなくて急遽作ったんですが、マダラの散歩の時に使ってたカッパですね。83、かわいいです。はい、じゃあ旗を入れてなんでやねん。ちょっと旗が立たないんで鉛足します。本来これ大盛りに使うやつだけど、今は緊急事態です。3つぐらいいけばいけるか。で、こちらの3つを通します。で、鉛が3つ通ったらここでくくってあげる。今回はもやいくくりでくくりましょう。通して
OK ですね。じゃあ入れてみましょう。ですね、ここでくくってるからこれ問題なんですね、多分。だからここをくくれば多分立てるはず。重心が真下に来るように、ここでくくります。このくくり方はわさですね。皆さん覚えておいてください。わさ、ご家庭でも使いやすい。はい、 OK。 これで立てるでしょ。ちょっと立てたけどな、どうにかならんかな。ちょっと重り増やします。もう3個追加です。漁師はね、こういう応用力がないとなかなか難しいですね。結構海の上だとやっぱ不便なので、こうちょっと困難になった時にこう発想ができるような。よし、これで大丈夫でしょう。 OK。 はい、じゃあ網入れていきます。はい、で鉛入れて、新品はいいね。気持ちがいいね。気色がいい。よし、これで下がって網やっていきます。でも暖かくなったらもうちょっと沖にいるんですけど、寒い、まだ今3月の末なので、まだ丘の方に彼はいます。あんま沖行き過ぎずにやっていく。はい、じゃあ網やりも終了です。旗入れて、旗まだだった、鉛だった。ほんでこちら、家にあったデカバタ、でかすぎるでしょこれだてを。でこちらの旗入れていきます。これは立つでしょ。立った。それじゃあお家の方に帰って、今が月曜日なんですけれども、水曜日か木曜日に来りたいと思います。だから 2,3 日置いとくことになりますが、彼はね全然死にません。で置いとけば置いとくほど結構かかる、ただ網が汚れるというメリットもデメリットもあります。というわけで帰りましょう。3日後。はい、というわけであれから3日経ちました。でこのクソでかい旗上げていきます。でかすぎでしょ。で風がちょっと吹いてるんですが、食っていきましょう。よいしょ。で旗掴んで上げていきます。海賊王に俺を。じゃあ巻いていきます。スイッチ入れてローラー回していきます。で3日もやって大丈夫なのって思うかもしれませんが、カレイに関しては3日やっても大丈夫です。カレイはね、網かかってもこんな動かないし、傷むこともありません。で明日市場行くのでもうね大丈夫なんですよ。さあ果たしてまだですね。それを言うのは網が来てから。それを言うのは網が来てから。というわけで網が来ました。果たして魚はかかっているのでしょうか。いつもの当たり前、毎回言うセリフ、おもんないセリフを言ったところで網を上げていきましょう。3日やってるんですが、網も綺麗ですね。ピカピカです。さすが新品の網といったところでしょうかね。かかってくる、今来てるのはこれゴミですね。ゴミはしっかり取っておきましょう。こういったゴミをね、取っておかないとよくね魚目がいいので見えちゃうんですよ。お、1匹目来ました。こちら、羽スズキの子供、生後ですね。これはもう目から抜けるサイズ、 3.5 寸でも目から抜けるサイズですので、こうやって目から抜いてあげます。でスズキはここに取っかかりがあるので、この取っかかりね、ここ外していきましょう。外して抜きました。で小さいので放流しておきます。元気に泳いでいきましたね。さあ続きをやっていきましょう。目的はカレイでございます。てか今の時期本当ね、丘にタイいないし、タイってもう産卵で、今沖の方、4月ぐらいになってくると沖の方に固まってくるんですよ。沖の方でみんなで固まってとあるパーティーをねやってるわけでございます。そこに私も混ざりたいと思ってたら、なんとタイが来ましたすごいですね、こういう話を聞いてる時にタイが来るなんて。それじゃあタイを外していきます。タイはなるべくね、これ新品の網なんで破らないようにやっていきますが、こうやって袋状になってるので、袋状になってるというか、かかってちょっと暴れるので、自分でこう
袋を作っていくんですね。その袋をかわしていく。で残り1枚の袋となったら、ここも早速ねちょっと破れ作っちゃってますね。まあ仕方ない、抜いてあげて、よし、これでタイが外せました。いいですね、いいタイです。それじゃあカレイいっぱいの池間の中へ生かしておきましょう。いやカレイはいませんが幸先は調子いいですね。タイも明日まで生かすんじゃなくて、今日地元のね料理店さんにそのままおろすので、大丈夫でございます。死ぬ心配もありません。生きてたし。お、カレイが来ました。ヒラメだ、ヒラメだ、ヒラメだ。おお、ちょっと小増しなヒラメですね。ヒラメが上がってきました。おお、小増しだね、いいね。でヒラメ外していきます。はい、じゃあヒラメが外せました。1.2 キロぐらいかな、1.3 で春になってねちょっとずつ痩せてきました。やっぱ卵の方とかにね栄養を持っていかれます。あとあれした時にやっぱ栄養を持っていかれるんでしょうね、男。はい、じゃあヒラメも生かしてで続きやっていきます。やっとカレイが来ました。おお、1匹目アマテガレイ。見て、全然ほら傷入ってないでしょ。で痩せてないし、カレイはねちょっとクマは大丈夫です。で出してちょっと後で外していきます。いやこの調子でバンバンカレイが来てくれるといいんですけど。で私ね昨日髪を切りました。でお母さんにね朝マダラと遊んでたらお母さんにあんた髪切ったから顔がこうなってこうなっとるよ、もう痩せなあかんのちゃんってね言われましたけども、大きなお世話でございます。ただ夏に向けてそろそろ痩せたいなと思ってるのは事実ですなんだろう、小学校の時本当66キロぐらいあったんですよ、小5ぐらいで。めちゃくちゃ太かったんですね。あの頃の記憶があるのでやっぱちょっと痩せたいなと思います。で無駄話をしている間に2匹目のカレイがやってきました。いいですね、サイズは小さいけど。はい、カレイが上がってきました。3匹目ですね。で4匹目でかい。4匹目はでかいぞ。幸先が非常にいいです。ただ3寸5分だとやっぱカレイがこんまいんで、おじいさんなんか3寸3分でやってたんですよね。で1寸3センチで3寸3分だから、ちょっと計算できないけど10センチは僕今年4寸の網をね初めてカレイ立てに使ってるんですが、4寸の網の方がカレイもでかいし、それは当たり前なんですけど、で取れる量もなんと4寸の方が多いんですよ。だから4寸の網をねやった方がいいなと思います。4寸の網注文してるんですけどまだ届いておりませんが、それは致し方あるまじろうということで作っていきます。はい、でこちら、小さなメダカ来ました。メイタガレイですね。これは後で逃がしたいと思います。3日やってる割に思ったほどはいないなと思ったらまた来た。おお、これやったら全部で20匹ぐらい、20匹は言い過ぎやけど取れるんちゃうかな。ちょっと一旦ここらで外していきます。こうやって巻いてでカレイ外していきます。この子はねちょっと目から抜けないので、目から抜けないサイズはさっきのタイと一緒ですね。こうやってかわしていって、で網の目が残りこうやって1枚こうかぶってるだけなんで、次この袋の入り口を探してあげる。初めての時はね入り口がわからないかもしれないんですけど、そこは相手に教えてもらいましょう。何の話ってこの魚を外す話ですね。相手っていうのは、僕みたいなプロで、こうやってアマテガレイが外せました。こんな感じですね。で正式名称はマコガレイっていうそうです。でマコのマコはなんか卵みたいな意味だったかな。でカレイは片割れっていうね、言うたら裏と表が色違うじゃないですか。だからそれで片割れでカレイになったそうです。今ねめちゃくちゃこれメダカを喋りながら外してたらね噴射されました。噴射、手袋にめっちゃ噴射されました。うんちがね飛び出てくるんですね。この間おならをしたら、僕も、はい、じゃあ最後目から抜けるカレイを外して、でこんだけのカレイがねすぐ溜まりました。でちょっとねこうやって痩せてるカレイはもうこういうルート信用にやっぱ関わるので逃がしてあげます。
でカレイも生かしておきます。はい、じゃあここから GoPro で手元見ていきましょう。じゃあというわけでいつもの小襟スタイルでやってみていきたいと思います。GoPro の真ん中が曇ってますが、今回舐めるシーンはありません。舐めるシーン大好きな方はごめんなさい。でカレイがやってきました。やっぱこうやって GoPro で見た方が、でなんかタコが来ましたね。でタコって縦網にかかってくるんですよ。でこのように綺麗に丸まってる時もあれば、もう逃げようとする時もある。そういう時は必死に取り出します。取ります。逃がさないように。で網を用意して、網の中玉ねぎ袋ですね、これタコが逃げないように上をくくって、これで OK です。めちゃくちゃ早いくくり方ですね。さすが僕といったところでしょうか。でこちらのタコも池間の中へ生かしておきます。いつも GoPro 加えてる時はこんな感じですね。ほっぺたに筋肉がつきます。もう GoPro を支えるためにほっぺたにも力入れてますから。でまたカレイが来ました。カレイがねやっぱパラパラと来ててなかなか楽しいですけど、こう見てる分にはカレイばっかりだとちょっとつまらないのかなっていう気もして、秋ぐらいの量がねいろんな種類が来て結構楽しかったんですが、でここらで一旦魚が死ぬ、死なないんですけどね、そうだ、ヒラメが来たから逃がそうと思って止めたんですね。でヒラメも当然逃がして大きくなって帰ってきてください。2回目のカレイも外して、でこの網はですね、全部で10単やってるんですけど、1単がだいたい多分ですけど 60m ぐらいはあるので、10単でね 600m ぐらいの非常に長い網になります。長いって言っても長瀬の網だったら 1.5km、マナガツオだったら大方2kmぐらいの長さなので、それに比べたら短いんですけど、それでも刺し網で10単って言ったら十分なのかなと。あんまりね長すぎると大風の日とか全然魚がいない日とかめっちゃね嫌な気持ちになります。いつまで経っても網が終わらないんで、だから僕の場合は最高でも10単ぐらいでとどめております。でその間話してる間もパラパラとカレイがやってきますね。また来た。いい調子ですね。カレイ漁大量です。いや3日ぐらいやってねちょうどいいですね。ただ長くやりすぎると、なんていうんだろう、すぐ網が汚れちゃうんですよ。だから本来は1日揚げの方が好ましいかもしれないですね。こればっかりはでもあんまりなんだろう、1日毎日揚げよってもあんまり魚が取れんのにガソリン代と労力ばっかりかかっちゃうんで、そうですね、平均は2日ぐらいですかね。あんまりね夜の多いな。今のカットしよう。今のカットでちょっと下ネタ多すぎるって分からん。溜まってるんだかな。溜まってるんでね。4回は言ってる。4回カレイと競争ですね、下ネタの。ヒラメです。カレイか、でかっ。次から次へともんが来るね。カレイやな。でクロダイが来ました。チヌですね。クロダイも春になってくるとやっぱりカレイじゃないな、ヒラメとかと一緒で2月ぐらいが一番うまいんですけど、春ぐらいになってくると卵とかで、タイも同じなんですけど味が落ちてくるといったところですね。だから食べるんだったらまだギリギリ今です。その間もパラパラとカレイが来ております。無修正漁っていう感じでやっていきたいと思うので、基本的には私ベラベラとずっと喋っていきたいなと思っております。でちょっといいこと言うとですね、こういった魚のおる場所っていうのはですね、僕のおじいさん、大体何歳だったかな、17歳の時に16歳だったかな、おじいさんのお父さん、つまり僕のひいじいちゃんが亡くなってですね、そこから一人で、兄弟がめっちゃいたんですけど、それをおじいさん支えないといけないということで、もう大して経験ないのにいろんなところにね網をしまくって、もうその頃の船なんて本当にエンジンないから、もうローって言ってこういう漕ぐやつでですね、一生懸命漕いで、いろんなとこ行ってですね、で網をやっていろいろ網を破ったりして失敗して、でその中でたくさんね魚がいる場所というものをね、探り当ててきたんです。おじいさんのおかげで、こうやってね僕も魚が取れてるということで、大変それは感謝しております。さっき大きいヒラメが来ましたね。
まあちょっといい話をぶち込んだところでやっていきましょう。で僕が漁師を始めたのは確か17歳の頃でした。17、16かで17になった時に大体始めたんですかね。高校には通ってたんですけど、3ヶ月で高校は辞めてですね、でそこから漁師としての人生がスタートしたわけです。最初は右も左もわからない中、とりあえずおじいさんと一緒にこの縦網漁から始まったのが最初でございます。夜中のね、おじいさん次の日何時とか言わないから夜中に起こされて、でもうなんだろう、とりあえず早めに寝とかな、何時に起こされるかもう気まぐれでわからないので、おじいさんが起きた時に起きに行く。でメバルとか取り行って、でもう真っ暗な中、メバルをひたすら外すというね仕事から始まりました。そのおかげでメバル外すのは今となっては世界選手権があったら優勝できるぐらいのスピードにはなりましたけど、でそれからあとは流し差し網とか、親父のついていったりとかして、であとはねノリですね。ノリもねしんどかったですね。ノリもずっと10年ぐらいですね、ずっとノリ借り行って、僕も操船、なんかすごい自分語りの多いおじさんの話となってしまいました。自分語りおじさんはちょっとしんどいのでこの辺で自分語りやめておきましょう。あ、なんか来た。あ、ボラや。前見て、前ボラちゃんがねかかってきておりますね。もうボラもカンボラっていう時期は終わって、4月でかい肥えてるかな。あ、痩せてますね。この時期のボラはもう痩せてます。で夏になるとねまためちゃくちゃ肥えてくるんですよ。で夏のボラって実はめちゃくちゃうまいんですよね。さあ食っていくんですが、ちょっと風が厳しくなってきました。こうやって自分で船を操船して前に行きます。よいしょ。で今でこそね、そのなんだろう、コントロールボックスとかあれはそっちについてますが、おじいさんと言ってる時はね、おじいさんそのコントロールボックスとかこっちにつけてたんですよ。だから自分で操船できないんですよ。あれでよく漁やってたなと、あれはすごいと思いますね。さあついに喋ることがなくなりました。今はもう彼しかいないんでね、ちょっと動画としての面白みが欠けるかもしれませんが、皆さんチャンネルはそのままで、もしかしたら今見てたらねでっかいヒラメとか来るかもしれませんよ。何が来るかわからない、それがまた漁の醍醐味です。こちら放流サイズのヒラメでしたね。でカレイ漁もですね取れるのはだいたい5月ぐらいまでですかね。でそれ以降はもう僕もサーラ漁が始まっちゃうので、大きな船の方で、あ、別の種類来た。よかった。カサゴですね。カサゴちゃん。さあちょっと風が吹いてるのでやっていきましょう。カサゴ、ガガナ、いろんな呼び方がね地方であると思います。ここらのカサゴは普通のカサゴですね。でもスーパーとかだったら赤メバルとかって表記もされたりします。どっちが正しいんでしょうか。お、ちょっとマシなヒラメですね。よかった。地元の料理店さんが今日白身魚というか刺身もんが必要って言ってたんで、ちょうどいいですね。でカレー、あ、これまた生後ですね。スズキの子供。お、それと黒メバルが来ましたね。オキソメバル。わあ、ちょっと風が強くてハンドル巻き巻き事件。くそ、風が強いとねこうやってハンドルに飛んでいきます。クソったれ、沖ではクソったれとかねバカたれとかも少々口が悪くなるのは仕方ないでしょう。風さえなければもうちょっと優雅に触れるんですけどね。沖は風がつきものですから。お、タケノコだ。タケノコメバル。あ、それとオニオコゼ来ました。オニオコゼですね。鬼のような顔だからオニオコゼかなと勝手に予想しております。由来調べたことあるような気がするんですけど、そんな感じだったと。あ、違うわ。あ、そうだよ、オコゼは変な顔みたいな感じだったと思います。意味で由来とか、そこに鬼がついてるということは鬼のような変な顔という感じですかね。変な顔って言ったら怒られるんですけど、瀬戸内海の高級魚なのでね、オニオコゼ。お、そしてヒラメ元気だね。超元気。
そこも本当息が長いです。クソたれ風ばっかり吹き寄って、今日ナギじゃねえのか。もう網がねぐちゃぐちゃでございますが、これは後から直すしかありません。で僕ね、三頭筋どうやって鍛えたかというと、おじいさんの時網をねこうやってよく食ってたんですよ。これでなんか知らん間に三頭筋が鍛えられましたね。あれでももう10代の頃だったから三頭筋っていう概念を知らなくてね、今ほどフィットネスとかも流行ってなかった時期ですから、このコブは一体何なんだと、力こぶぐらいしか知らなかったからびっくりしましたね。さあ旗を見てください。もうマダラちゃんのカッパすぐそこです。かわいいですね。マダラが踊ってるかのようですね。フリフリっと。あ、タコだ、タコタコ。おお、でかい。やったー、嬉しい。タコも増えてきましたね。タコも皆さん今年めっちゃ高くなかったですか。べらぼうに高かったと思うんですけど、タコが全然いなかったんですよね。だからべらぼうに高かったんですよ。はあ、やってくれた。はあはあ、これで網クリア終了です。疲れました。よいしょ。はい、これで旗を上げて、よいしょ。網クリア終了です。はい、で取れたものがこれだけです。まあ分かりにくいんで外していきましょう。はい、じゃあ外し終わりました。見てください。こんなにたくさんのね魚が取れました。ちょっとカレイ数えてみましょう。12345678910111213141516171819202122売れるカレイだけで22匹も取れてました。ヒラメが1枚2枚3枚4枚ケルです。それからタコが2つで、こちらの小さなヒラメとカレイとかボラとかはもちろん放流です。はい、じゃあ帰りにまた網やってお家帰りたいと思います。はい、じゃあ帰ってきました。でヒラメとタイとかはですね、地元の料理店さんに今から売るのでもう閉めちゃいました。はい、じゃあ帰ってきたんですけど、思ったより大量で良かったです。それじゃあ明日市場に行きたいと思います。果たしていくらぐらいになるんでしょうかね。レッツゴー。はい、で帰ってきました。で今日のご飯がですね、やっぱ気にして万南ご飯、鶏肉、まあこの卵と浜湯の海苔ですね、まだまだ発売中なのでぜひどうぞ。まあ無駄な抵抗ですけれども結局ね、僕酒飲まなかったらそんな食わないんですけど、やっぱ酒飲むとねどうしても食べちゃいます。でポン酢もも肉、落ちた。ポン酢もも肉朝ごはん、うまい。でこうやってのして、でこう海苔で巻いたりしてね、うまいです。で1倍レッツゴーって言ったんですけど、まだ網が2枚残ってるので、その網を夕方にあげて、でそれをまた網やって、ほんで明日市場に行きたいと思います。急ですけど、今現在夕方の5時、夕方の6時ですね。6時。栗穴子かごをやりに行ったんですけど、ですね、風が吹いてましたので、網は栗に行けませんでした。網は明日栗に行けます。でもう今焼酎と、コーラ割りですね、こちらをすでにですね4杯ぐらい飲んでおります。もうだって穴子かごしに行った後もうやることないんだもん。それは飲むしかないよね。でなんかこの器の中、これ髪の毛みたいなのが入ってんじゃね。これか、見えるかな。あらららら、私の髪の毛が入ってます。ペペペってでこうやってコーラ入れて、このコーク杯、かのかのコーク杯を飲むのが私の日常ですね。パワー。
肪で筋肉かなんか分かんねえよっていう、なんかこれね露出のあれがむずいんですねそんな感じで、明日5時前4時半に起きて一番行きたいと思います。そうよ、もう一つね、今これ見てください。これパッチを履いてるんですよ。でなんでパッチを履いてるかっていうとですね、今私のね、僕のパンツがねほんまになくて2着しかパンツがないですよね。で1着は、筋トレ用の替えパンツでカバンに入れてまして、でもう1着着たらパンツがないですよ。だから今この下ノーパンなんですよ。でそのままズボン履いたら寒いんでパッチを着てます。で今日島村行って2枚パンツを買いました。で今日島村行ってパンツ見たら600円1枚。それは高えと思って、ほんでアマゾンでじゃあ安いパンツ買おうと思って、でもないからとりあえず2枚だけパンツ買いました。だから今現在僕の使用パンツは3枚です。はい、じゃあ翌朝市場に来ました。でカレーを立てていきます。でカレーを立てて、でこれをこの酸素ブクブクの中に生かしていきます。これで酸欠を防ぐ。じゃあこれを一番に持っていきましょう。タコも2つ。はい、で一番親父に行ってもらって、でさっき網食って帰ってきました。全然魚はいなかったんですが、カレーの相場がめちゃくちゃ良くてね、本当1箱4枚入り、一番でかい4枚入りで5000円とかねしたそうです。全部でヒラメとかタコとかあれ昨日の合わせたら4万円は超えてます。だからなかなかのいい量でした。3日放置するだけでそれでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またね。